おはようございます。まずお手元に配布しておりますけれども、新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応について、各都道府県に対し、外来医療体制整備計画の策定を依頼してまいりました。この結果を取りまとめて公表いたします。はじめに結果を申し上げますと、この冬の最大診療能力は今までと比較して約13万人分強化され、約90万人となる見込みであります。単純な積み上げとしては、後ほど申し上げるピーク時の発熱外来等の受診見込み者数約75万人を一定程度上回る診療能力が確保される見通しとなりました。具体的な内容でありますが、今回の計画策定にあたっては、各都道府県において地域の医師会等と協議の上、ピーク時の患者数や発熱外来等の受診見込み者数と、いわば需要を推計するとともに、発熱外来等の診療能力、いわば供給を調査により把握し、両者の企画検討を踏まえ、外来医療体制を強化する指針を策定していただきました。需要の推計では、ピーク時の1日当たりの患者数は約81万人、うち検査キットによるセルフチェックの結果、新型コロナ陽性判定となって、健康フォローアップセンター登録に登録し、自宅療養される方の見込み数は約7万人、その結果、発熱外来等の受診見込み数は約75万人となっております。これに対し、各都道府県が今回の計画策定に取り組む前に把握した診療能力の合計は1日当たり約76万人であり、これに加え、各地域で必要と考える体制の強化を図っていただきました。具体的には、発熱外来等の診療時間の拡大、箇所数の増加などのほか、地域外来検査センターの強化など、さまざまな取り組みを組み合わせることで、約13万人分の診療能力の強化が図られることとなります。このうち電話オンライン診療については、全国で14地域が電話オンライン診療の強化に取り組み、約 1.8 万人分の体制強化も図られる予定となっています。さらに重症化リスクが低い方が安心して自宅療養を行っていただけるようにするための必要な環境整備として、健康フォローアップセンターの体制の強化も図っております。同時流行が起こった場合のピーク時における健康フォローアップセンターへの登録見込み者数は1日当たり約7万人でありますが、各都道府県でそれを大きく上回る1日当たり約20万人の登録に対応できる体制となる見込みであります。このように保健医療体制の強化については、各都道府県において策定された計画に基づき、すでに取り組みが進められております。厚労省としても、この冬に向けて、引き続き都道府県と緊密な連携を図りながら、多数の発熱患者が生じた場合にも、必要な方に必要な医療を提供できる保健医療体制の確保に万全を期していきたいと考えております。2点目でありますが、我が国の産学官の協力によって開発されたサル痘ワクチン LC16 について、コロンビア政府および WHO の要請に基づき、近日中にコロンビア政府に供与する手続きを進めることができるよう、最終的な調整を進めております。コロンビアでは、ワクチンの安全性、有効性を厳格に評価するための臨床試験が実施され、サル痘感染のリスクの高いグループへのワクチン接種が開始される予定であります。日本政府からはワクチンおよび専用の接種針の供与、専門家による技術面での研究協力等を行う予定であります。このことによって日本のワクチンが世界的に認められ、サル痘の封じ込めに貢献することが期待されております。私の方からは以上です。